はい、こんにちは。高知のガレージ省営スタッフ前田です。今回は何回かに分けてお送りしてますワーゲンのマルチバン。この車のドア。ここにスピーカーの取り付けとデッドニングの紹介です。取り付けるスピーカーはブラムの最高峰のシグネチャーシリーズ WS6 マルチックスというスピーカーを取り付けます。取り付けにはこちらの PCD1 をスピーカーの取り付けの部分には使います。この純正のスピーカーが付いてた部分、キットとかはないので、今回はバッフルボードを製作して取り付けていきたいと思います。はい、でデッドニングの材料としては M&M デザインの SBM500 こちらを使ってデッドニングをしていきたいと思います。それでは作業にかかっていきたいと思います。ここからはちょっと機材の音声トラブルで音声が入っていないので、アフレコでちょっと解説していきます。これまず純正のスピーカーですね。フレーム全部プラスチック一体成形された国産の純正のスピーカーと似たような感じの作りです。これ何の解説してるかごめんなさい、忘れました。これちなみにダンパーエッジの周りにさらにプラスチックの枠が出てて、ひっくり返してもダンパーエッジが潰れないので、こうやって逆さにして型を取っていきます。でこの板に直接このネジ穴の位置を印して開けていくんですが、さっきみたいな感じで穴の大きさはちょうどぐらいの切りでボール板でまっすぐ下ろしていって印をつけていって穴を開けていきます。ボール板だとまっすぐ降りるのでだいたいあった位置に開いていきます。でその穴 3mm で下穴を開けてネジでこれをまず固定していきます。はい、動かなくなったらこれを型にピンルーターで削り出していきます。まずちょっとだけ一回り大きいガイドを当てて1枚の板から切り出していくとき刃に負荷がかかるのでいっぺんには刃を出して削らないのでちょっとずつ削っていくのでちょっとずつ削っていくと筋になって跡が残るのでまずちょっとだけ大きく削り出していきます。刃とちょうどの大きさのガイドに交換してこのスピーカーと同じちょうどの大きさに削り出していきます。はい、これであっという間にスピーカーと同じ大きさの板が出来上がりました。でこれを外してこのネジ止めてたこのスピーカーのネジ穴、これの対角線に線を引いていって重なるところがセンターだろうと思って線を引いてみました。線を引いてから気づいたんですけど、これ6個のこの穴微妙に均等じゃないんですよね。これ果たして正確なセンターなのかと思って対角線を足して何箇所も測って、センターで問題なく印されているのでこの対角の位置をセンターとして使っていきます。でここからは重ねていく板を切り出していきます。まず PCD1 と同じぐらいの大きさの板を削り出していきます。これもまずちょっと狙いの板よりちょっとだけ大きく削って仕上げて一気に整えていくって感じですね。でこれはもう一回り大きい板を今度は削っていきます。さっきのベースの上に2枚重ねるので PCD1 の大きさで重ねていかずと広い板が削れるのに広い手でいた方が強度が上がるので。で今度は内径を削っていきます。で PCD1 と大体同じぐらいの内径ですね。で他の板もそれに合わせて同じ大きさで切り広げていきます。でこれ一気に切り離してしまうと切り離れた削りたい方の板が動いて刃にガンって当たって削れて変ないびつな形になってしまうので薄皮1枚残した状態で終わらします。ベースの
板にリングを留めていきます。はい、小口に防水対策としてサラネットを貼ってます。これサラサラの瞬間接着剤染み込ませて固めて水が染み込まないようにします。はい、内張りの防振をやっていこうと思うんですが、ここ広い面精神剤貼りたいけど純正でマットみたいなやつ貼られてます。貼れるとこもここあんまりないんで、ちょっとここ剥がしてみようと思います。糊は残ったんですけど、比較的綺麗にのいたので再利用しようかなと思います。もんかな。で次、隙間へフェルトを埋めていきます。この純正の剥がしたフェルトのマットをホットボンドで留めて、でこのポケットの間の隙間をフェルトを折り重ねて詰めていきます。でこのポケットの周辺の隙間にもフェルトを折り重ねて隙間を詰めていきます。で最後に鉄板と内張りの間ずーっと全部空いているので、そこの間にも広い面でニードルフェルトのマットを貼っていきます。で広すぎていっぺんに貼れないので半分ずつ貼っていきます。先の方の部分もなるべく貼り残しがないように。重った。はい、これで内張りの防振完了です。はい、デッドリングをやっていきます。今回この外の鉄板の内側、ここはバラさず手が届く範囲で半分以上は貼れるので、それで貼っていこうと思います。はい、これで、レッドリング終了です。はい、スピーカーをつけていきます。まず作ったインナーバッフル、黒で塗ってます。でそれを PCD1 と組み合わせております。でこれをまずつけていきます。今回取り付けるスピーカー、ブラムの WS6、ターミナルがネジで留めるようになっているので、ケーブルを向いて直接使わずに留めていきます。ついでにこのマグネット、独特な形状をしていると思いますけども、このブラムっていうメーカーなんですけども、ヨーロッパのフランスの某有名メーカーにいた技術者の人が独立して作ったメーカーがブラムっていう会社なんですけども、そこの
某有名メーカーにもこういうフラワーマグネットって言ったと思うんですけどのスピーカーもあるんですけど、それ、3ウェイのシステムで200万ぐらいします。でこれウーハーだけで左右で15万ぐらいであるので、その人がその某有名メーカーにいた時に作ったのが一緒なのかどうかは分かんないですけども、同じような理論で同じようなシステムで作られているんだと思うので、その金額の差を考えたらだいぶ期待できるんじゃないかなと思います。はい、これで今度は内張りをつけていきます。でパワーウィンドウのスイッチとこの取っ手のパネルを戻してこれで完成です。はい、ドア組み上がりまして、やったとこ見てもらおうと思ってもインナーバッフルなので見た目は純正のままです。最後にいつもみたいにいつも流してる音楽をちょっと聴いてみてもらいたいと思います。はい、納車前にはいつものようにこの窓の隙間から水が入っていかないようにマスキングテープを貼って洗車して車をきれいにしてからお返ししてます。はい、それでは全ての作業が完了いたしましたので、いつもの曲を聴いてみてもらいたいと思います。So hard I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, いかがでしょうか。パナソニックの通常のナビがヘッドユニットで、そこにヘリクスの P6 ってプロセッサー内蔵アンプがついているんですけども、スピーカーのユニット、そこをハイエンドクラスのやつにしてると、もうレギュラーのナビがヘッドユニットとは思えないぐらい情報量とかがすごいしっかり出てます。帯域も上から下までしっかりバランスよく出てますし、取り付けた機械やスピーカーのユニットの性能をしっかりと発揮できている音がしていると思います。今回マルチバンはこれで以上で終了です。日本国内正規の車じゃない並行輸入品の車とか、あまりデータがないような車両とかも
頑張ってどうにか取り付けておりますので、よければ気軽にご相談ください。それでは最後まで視聴してくださいましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。